皆さんこんにちは、ともかです。私は今マウントクックに来ています。今回の動画ではニュージーランド一高い山と言われるマウントクックの動画をお届けしようと思います。あいにくのすっごく天候があまり良くなくて太陽は出てるんですけどちょっと霧がかってて曇ってます。運よくね、雨予報だったのが今ちょっと雨が止んでるっぽいので、ハイキングのね様子だったりとかをお届けしようと思うんですけど、今回初めて、マウントクックのホテルに宿泊していて、ホテルがハーミテージホテルというマウントクックで一番いいホテルで、5つ星ホテルになってます。ずっとここに泊まってみたかったんですけど、すごいやっぱり1泊1人2万ぐらいするので今まで宿泊してなかったんですが、マウントクック自体は今回3回目になります。ということで、定番のハイキングコースや、ホテルの、宿泊情報などこの動画でお届けできればと思います。私はクイーンズタウンからレンタカーでマウントクックまで来たんですけど、クイーンズタウンからマウントクックまでのね道中の動画は別で出しているので、ぜひそちらの動画もチェックしてみてください。ということで、マウントクックの動画スタート。今日から1泊マウントクックのハーミテージホテルに宿泊します。憧れの5つ星ホテル、ハーミテージホテル到着しました。今6時ぐらいかな。ホテルどんな感じなんだろうか。ここ5つ星ホテルで夏の時期は本当に混んでて予約取れないらしいです。すごい、ここがめっちゃおしゃれ。天気乗ってます。明日、うわー、朝から雨だ。ずっと最悪ですね。ハイキングできない気がします。明日Closest car park to your room, 438. That will be here. Closest car park is car park 2. とりあえずこのエレベーターで2階かな。こんな感じで、とりあえずまず2階行って左に行って渡って4階に行って、ワキーフィールドウィング左行ってなんか複雑。まずはマウントタスマニア、これを渡って左、合ってるかな。でもいいのか。オーラキーウィングに行くやつに上がればいいのか。こっちでした。右に曲がってエレベーターで4階。遠い。ワケフィールドの4階。これの4階に上がってね、遠いね。多分いい部屋だったらきっともっと近くなんじゃない。3棟あるのか。ワケフィールド出て、こっちしかないのか。着いたじゃん。438、こっちだね。やっぱりドアのなんか感じも全然棟によって違いますね。やっぱメインのマウントクックが見える方はマウントクックウィングっていうちょっと高めの部屋なのかな。438着いた。わー、すごーい。見て、部屋広いし、しかも窓からマウントクックが見える。しかもベッド大きい。お部屋はこんな感じです。ベッド1台がめっちゃ大きいです。多分キングサイズですね、これ。すごーい。で、ここに鏡があって、で、ここにテレビ、コーヒーマシーン。あとこれベランダにも出れるんですね。窓からの景色はこんな感じです。わー、すごーい。めっちゃ壮大。これは明日の朝、天気になることを祈ります。そして本当は夜星見たかったんですけど、残念ですが、こんな感じの景色です。テレビの下はこんな感じで冷蔵庫がついていて、中に、ミルクが入ってます。で、こっち側にコップ、あとここにホットチョコレートかなもう入ってます。この辺は紅茶か。あとコーヒーも入ってます。セキュリティは、入ってすぐ左上にあって、で、ここに、こんな感じでジャケットかけれるハンガーと、アイロン台があります。で、こっちは洗面台で、ティッシュ、ゴミ箱。で、この辺に、タオルと、シャワーキャップとか珍しい。あと、バニティセットも、2人分ずつついていて、で、ボディウォッシュ、ハンドウォッシュ。これどこのだろう。こっち側がトイレとバスタブになります。ボディウォッシュと同じく、この辺、シャンプーとかコンディショナーは全部揃えてる感じですね。と、こっちにバスタオルです。ハーミテージのホテルの中は結構建物が3つぐらいあって迷うので、こういうのを見ながら歩かないと迷子になります。難しい、この中歩くの。私たちが着いたエントランスはここで、私たちが泊まってるお部屋は多分これですね。これがマウントクックビルディングみたいな
感じのお部屋で、もう2つあるんですよね。こっちがお店で、こっちがレセプションですね。でカフェが10時から3時半までなんだ。結構営業時間短いですね。なんかこのホテルスターゲイジングツアーとかミュージアムがこの中に入ってて、プラネタリウムとかも入ってるらしいんですよね。 3D ムービーとかもあるみたいです。すごい。ここからメール送れるのかな。ポストって書いてあるから、わーすごい。ここにフッカーバレーハイキングツアー申し込み受付中、最小最高人数2名から日本人ガイドと歩くって書いてあります。日本人がやってるんですね。このハーミテージホテルって日本のツアーでも組み込まれてることが多いので、旅行会社で予約をするとこのホテルが入ってることが多いです。フッカーバレーのトラックが一番王道なハイキングコースで、私たちも明日歩こうかなと思ってるんですけど、天気がねちょっと心配なんですよね。半日コース4時間で8時半から12時半、1時半から5時半が7時間コースとかもあるんですね。すごい。全日コースだと氷河のところまで行くんですね。そうなんだ。こっちの方は10キロだから 60% ぐらいしか行かないのか。でも7時間はさすがに結構長いな。氷河見てみたいですけど。あとスターゲイジングツアーもアウトドアだと夜の8時半と夜の10時半ってことかな。ウェザーディペンディングってことは天候次第ですね。インドアっていうのもあるんですね。プラネタリウムのショーってことか。だからこっちに、ミュージアム、プラネタリウム、シアター、アクティビティデスク、全部ここに入ってるってことなんですね。ってことはチェックインしたら一旦ツアーとか申し込む予定の人はここに行って見てみた方がいいかもしれないです。なんかプラネタリウムとかミュージアムとかいろいろ時間制限あるみたいなので、ここが、お土産屋さんです。飲み物とかもここで買えるんだ。でも5ドルします。空港と同じ価格ですね。2つで10ドルだったんで、これも5ドルかな。さっきここスーパーで3ドルとかでお水売ってたんで、やっぱりちょっと高めですね。でここで、ハイキングとかスターゲイジングツアーとかを申し込めるんですね。なんかオプション申し込むときはここで予約してって言ってました。アクティビティーズ&アドベンチャーズって書いてあります。であとはこういうダウンだったりとか、こういう靴下とか多分必要になったらここでハイキング用のものが購入できるんですね。ちなみにこのバックパックとか有名なニュージーのブランドです。あったかそう。284ドルもする。 T シャツとかワイルドキウイっていうブランドとかかな。ここがミュージアムだ。朝8時から夜9時まで25ドルで大人は入れます。ファミリーだと65ドルで大人に子供にみたいな感じで入れるんですね。すごー。なんか昔の車とか飛行機とかが飾ってあります。この辺は普通にスーパーとかでも売ってるお土産ですね。アンティポーズのキウイシードオイルっていうの初めて見ました。アンティポーズは絶対買って帰ります。日本に。これ日本で買うとめっちゃ高いんですけど、こっちで買うともちろん安いです。絵が売ってる。さっき弟が買った絵はきっとないはずなんですけど、なんかホテルのね、途中で立ち寄ったニュージーで一番古いホテルの絵を買ったんですけど、そこで95ドルだったかな。大きさは確かこの大きさです。これで 85.95 だ。でもマウントクックだけになっちゃうから、この大きさだったら 55.95 だから56ドル。マウントクックのものが欲しい人はおすすめですね、ここで買うの。写真バージョンもテカパもあります。これは絵はがきみたいな。ティータオル結構売ってるんですけど、私ティータオルの使い方よくわかんないんですよね。お客さん呼んだ時に出してこれ使ってねっていう感じなんですかね。コースターも可愛いです。めっちゃ種類あります。マグネットだ。可愛い。このマオリの柄のマグネット絶対買って帰りたい。絵はがきもいろいろあります。今日行ったわなかだ。この辺はステッカーかな。マグネットだ。写真のマグネットなんですね。この辺は絵はがきです。 1.50 って安いですね。この辺はマグネットで6ドル。ここに傘とかカッパとか
なるほど。これ折りたたみバッグだ。これで 24.99 ドルです。これマウントクックのトートバッグだ。 24.50 ドルです。すごいいっぱい入りそう。本当にお買い物バッグとしてはめちゃめちゃ入る大きさですね。この辺は日用品、風邪薬とか歯ブラシとか、あとはお菓子類も売ってます。チョコも売ってるし、クッキータイムのクッキーも売ってる。これはニュージーで有名なベン&ジェリーズのアイスです。あとこのマグダムっていうアイスもすごい有名で美味しいです。なんでこのシリーズ私個人的におすすめです。ぜひホテルとかで食べてみてください。多分スーパーの方がもちろん安いんですけど、ここではマグナム 7.80 で売ってます。手袋とかもマフラーとかも売ってます。あと帽子も売ってて、うわー、手触りがすごい柔らかい。74ドルです。めっちゃあったかそう。手袋とかも。この辺は帽子ですね。ニュージーランドの帽子、子供用のものとか羊のぬいぐるみも売ってます。この辺はなんかトラベル系かな。こういうバッグとかが置いてます。スノーラインラウンジ、パノラマルーム、アルペンレストラン、マンデー、サーズデーが4時から10時で、フライデートゥサンデーが3時から11時。こんな感じで、素敵。バーがあって座るところがあって、であそこのガラス張りのところからマウントクックがきっと見えるのかなって思います。こっちが多分夕食会場かな。確か75ドルだった気がします。バイキング形式で。すごい結構いっぱい人いますね。朝ここで景色綺麗だといいですね。天気次第なんですけど、ちょっとバーのメニューを見たいと思います。大体金額とかどのくらいなのかなと思うんですけど、ワインでボトルで80ドルとか100ドルくらいか。大体10ドル以上しますかね。コーヒーとかで6ドル、ジュースで5ドル。でもモクテルとかも18ドルで作ってくれるんですね。ここでみんなお酒飲んだりくつろいだりしてます。皆さんおはようございます。今日はマウントクックに宿泊した次の日の朝です。若干雨降ってないと思ったら、さーっていう霧みたいな感じで、ミストみたいな感じかなで降ってはいますね。有名なね橋のところまでは歩いて15分30分ぐらいで行けるので、あんまり遠くには行かずね、こんな天気なのでちょっとしたハイキング情報だったりとかを、お伝えしながら少し歩こうかなと思います。では行ってきます。これが明るいハーミテージです。昨日夜に着いたので明るいうちのホテルの外観を撮れなかったんですけど、こんな感じになってます。予約するときはどこの建物にブッキングされるかチェックした方がいいですね。ここからフッカーバレートラック4時間って書いてあります。 6.5 キロなんで、この道をね進んでいきたいと思います。前回ここから歩いた記憶ないんですけど、多分ホテルの近くだからここからなのかな。とりあえず雨が降ってるのでベストコンディションではないんですけど、マウントクックのハイキングは結構こういう感じのアップダウンがあんまりないハイキングコースになってます。初心者向けだと思います。フッカーバレートレイルはそうですね。でも雪がねそこら辺にあるから、どんな感じの道なんだろうか。ちょっと行けるところまで行こうかなと思います。マウントクックは、ニュージーランド一標高が高い山で、高さが3724メートルもあるそうです。
で、1990年に世界遺産に登録されました。もともと3724メートルあったけど、1991年11月14日の、山頂が崩れて、今は10メートル低くなった3764メートルに変わったそうですね。ニュージーランドの元々の先住民ってマオリ族っていう先住民なんですけど、ニュージーランドの公用語は基本英語ですが、マオリ語も一応公用語です。マウントクックの意味は、マオリ語で青らき、雲を突き抜ける山という意味があるそうです。車で一旦ここまで来ました。6分ぐらいですね、ホテルから。前回もここから歩いたんですけど、このフッカーバレートラック3時間コースで片道1時間半っていう感じです。ただちょっと雨やばすぎてカッパ着てても結構きついので、ちょっとこれがマウントクックの有名な橋だよっていうところまで行きたいと思います。やばい、私撮るためにどんだけ体張ってんのっていう感じなんですけど、せっかくここまで来たからちゃんとね最新の情報としてお届けしたくて、オズモポケット3で今撮ってるんですけど、防水じゃなくて全然がっつり雨濡れてるんですけど、壊れたらアウトですね。傘さしてハイキングはちょっとこの風出しできないので、もうカッパ着て前の人たちみたいに歩いてるんですけど、うわ風すごい、これマイク越しに風の威力伝わってるかな。今回マウントクック来るの3回目なんですけど、1回目はめちゃくちゃ晴れて、2回目はここまでじゃないんですけど雨降ってて、今回が過去一やばいです。今は滑るから気をつけてって書いてありましたね。多分こっち。寒い、手がめちゃくちゃ冷たいです。もうなんか本当に雨なのが残念すぎて、もう一番最初に来た時の絶景の写真とかは差し込みときますね。悲しすぎる。2019年の11月に来た時はめっちゃ晴れてて快晴だったんですよ。その時あんまり動画は撮ってないかもしれないんですけど、残ってたら入れときます。なんかこの雨だとあんまりマウントクックの良さが伝わらなさそうなので、みんなこんな感じで雨でも歩いてますね。なんならカッパ使ってない気がしますすごい。ニュージーランドの人って傘ささないし、多分雨すごくても、雨すごかったらさすがにさすと思うんですけど、でもこんな雨の中ハイキングしててもカッパ使わないって強すぎる。こんな感じで本当だったらめちゃくちゃ絶景なんですけど、でマウントクックの標高は3754メートル、一年中氷河が見れる山として有名なんですけど、1990年に世界遺産に登録されて、ニュージーランドに多分今世界遺産5個ぐらいあるのかな。富士山よりはちょっと低いですね。ただもうなんかこう見渡しても本当は向こう側にねめっちゃ山があって、うわーやばい、この水たまりがちょっとどうしても1つ目の橋ぐらいまでは行きたいんですけど、行けるかなこの雨と風で。今ここなんで、もうすぐレイクミューラールックアウト、そこの橋までは行こうかな。そして戻りましょう。奥の方に赤い2人組が見えるんですけど、あそこの高台から最初のビューポイントの橋が見えます。この後テカポ行ったりとか観光まだまだするんですけど、この靴濡れて靴下変えても結局一緒か。フッカーバレートレイルは本当に初心者向けのハイキングコースなので、ガイドなしでも行けます。ただガイドつけた方がこの植物は何だよとか、この鳥は何だよとか
いろいろ細かい詳細を教えてくれたり、ニュージーランドのね歴史を教えてもらえたりするので、より充実度は増すと思います。今まで2回来た時は全部日帰りで来てて、今回初めてホテルに宿泊したんですけど、今回宿泊したのはやっぱり念願のハーミテージに泊まりたかったっていうのと、ホテルから見えるマウントクックの絶景だったりとか、夜見えるはずだった星空だったりとか、そういうのを見るために宿泊したんですよね。でも残念ながら見れることができなかったんですけど、ハーミテージ今回オフシーズンで、1部屋4万ぐらいで、オンシーズン夏とかだと1部屋8万ぐらいするらしいです。しかももう12月とかは埋まってるらしいです。今9月なんですけど、もう12月までほぼ埋まってるって、やっぱりそれほど人気なホテルっていうのがわかると思うんですけど、ニュージーランドに旅行行くことが決まって、有名なホテルとかは早めに予約することをお勧めします。特にマウントクックって有名なホテルってハーミテージぐらいしかないので、日帰りで行く人はいいんですけどね、マウントクック日帰りで行きたいけど泊まる必要はないかなっていう人とかは、テカポがここから1時間ぐらいなんで、テカポに宿泊する人がやっぱり多くて、私も今まで2回ともそうしてます。着いた。でも意外とこんな雨でも人いますね。1人だけだったらどうしようと思ったんですけど、着いた。ここです。こちらの橋に到着しました。格好マジでやばいんですけど、なんとかここまで到着しました。だいたいここまでは15分ちょっとですね、かかりなんで、軽くマウントクック見たい方はぜひここまで来てみてください。あっちに湖見えますか？ここが一番最初の有名な橋です。橋が全部で 2,3 個ぐらいあって、半日コースだと1時間半ぐらいで片道行けるんですけど、これ晴れてたら本当にあの岩のところとかこの橋のところとかですごい絶景撮れたりとか、めちゃめちゃいい写真が撮れるので、本当にマウントクックは来てほしいです、1回でも。やばい。こんな感じでちょっとこれが限界なので、ここまで皆さんを連れてこれてよかったです。この後は一旦またホテルに戻りたいと思います。春の始まりだから雪がまだ残ってますね。本当になんかもうロケ地に使われる理由がわかるぐらい壮大な景色です。これがニュージーランドの確か植物シダの葉っぱかな、シルバーファーンって言われてる葉っぱな気がします。駐車場に戻ってきました。あっという間でしたが、もっと本当は先に進みたかったです。これはまたリベンジしたいと思います。ハーミテージホテルに泊まってる人はそこから一応歩けるんですけど、合計4時間でプラス30分ぐらい片道ずつプラスになっちゃうので、ハーミテージ泊まってる人はここまで車で6分ぐらい走らせて、ここからハイキングスタートさせることをお勧めします。フッカーバレートラックを歩きたい人は今からハイキングする人もいるんですね。今ちなみに10時30分です。ここがラウンジになります。昨日来たんですけど夜だったので景色をお見せすることができなかったんですけど、ここの窓から見える景色がね、本当はマウントクックが見えてすごい絶景なんですけど、あいにくの雨でガラス越しに真っ白な雨と霧っていう感じで残念なんですけど、ぜひこの絶景を見に来てみてください。はい、ということで今ハイキングを終えて、ホテルに戻ってきました。マウントクックの Vlog はいかがでしたでしょうか。あいにくの天気でホテルのね、ハーミテージホテルの詳細と簡単な、初心者コースのハイキングの本当に序盤の橋までしかお見せすることができなかったんですけど、少しでも参考
考になるように2019年に行った写真とか動画をね少し埋め込んで情報をお届けできたらなと思います。ということで今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいと思っていただけたらチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひお待ちしております。またニュージーランドの他の動画は別の動画でお届けしているのでぜひそちらもチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。カード入れてでレシートでエンターパンプは2番 OK で You have select で Yes クレジットセービングチェッククレジットでいいのかなでピンエンター取り出すで入れてくださいだって入ってる入ってる OK 本当だ水らここにダラーで書いてあるから10リッターで30ドルぐらいかわかんないね何リットル入れたらいいか20リットルぐらい入れといた方がだいたい5000円ぐらいだから50ドルで20リットル入れとこう OK これで終わったんだ止まったもんね20リットル53ドルで OK でこれでいこう